こんにちは。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は、自動火災報知設備の発信機についてご説明します。自動火災報知設備っていうのは、通常感知器、熱とですね、煙と炎ってあるんですが、その感知器からですね、火災信号を受けて、自動的に、受信機及び蓄音響装置、地区のベルですが、それを雷動させる、そういった火災報知の設備なんですが、実際ですね、自動じゃなくて手動で押す場合もあって、これがこの発信機の機能なんですが、発信機っていうのはですね、感知器等からの火災信号を受ける前、実際にはですね、水回りとかそういったところでは感知器の免除区域っていうのもあるんで、そういったところで、火災が発生したときに、これを押すことでですね、火事をいち早く人からの確実な信号として、知らせることができます。これ P 型1級なんですけどね、P 型1級と2級とあるんですが、1級と2級の違いはですね、応答ランプと、あと電話機能なんですが、この電話の T 線っていうのがあるんですが、これが P 型2級の発信機にはついてません。P 型1級についてて、このテル線っていうのがあることで、ここを通してですね、電話で受信機と話ができるという形になります。で、応答線。この応答線っていうのはですね、普通は、蓄積機能っていうのがついてまして、その蓄積機能っていうのは5秒を超えて60秒以内っていうふうに規格で決まってるんですが、火災があった時にですね、すぐに発砲させてしまうと、発砲というか音を鳴らしてしまうとですね、非火災であった時に、誤報であった時にですね、パニックになってしまうんで、一旦受信機の方で待ちます。で、次の信号が来た時に、蓄積を解除して、自動的に、音が鳴るんですが、発信機っていうのはですね、これは、人が火事を発見して基本的に押すものなんで、人からの確実な信号なんですね。それで、蓄積が今みたいに5秒を超えて60秒以内かかってしまうとまずいんで、人からの確実な信号の場合には、この応答線っていうのがあることで、この線が入っていることでですね、蓄積は自動的に解除されて、発信機を押した瞬間に、火災信号を送れるっていうですね、そういう仕組みになってます。実際にこれを押してみます。押すとこういった形になるんですが、かなり引っ込みます。押すとですね。で、これが、どうやって元に戻すか。押すことでですね、ベルが鳴り出すんですが、これを解除するときはここを開けてですね、この発信機の前、ここを押してやると元に戻りますんで、ここを戻してあげたらいいってことになります。で、基本的にはこういった形なんですが、メーカーさんそれぞれによって違うんですけどね、押しっぱなしにしてしまうと、どうしてもですね、音が鳴りっぱなしでパニックになるんで、復旧させるときは何かしら、その復帰のボタンがあるんで、これでしたらこう開けて、こう押せば復帰ができますんで、こういった形で復帰をかけていきます。簡単でしたが、今日は、自動火災報知設備の発信機についてご説明しました。